北海道と東京の気温差で寒暖差アレルギーが出始めています。ブンブン川川文川です。帰省から戻ってきましたので、今回連れてった川物、そして文房具の紹介、連れて行って実際に使った感想をお話しできればいいなと思っています。よければ最後までご視聴ください。旅手帳の準備についてはサブチャンネルの方で動画出してますので、中身の構成とかちょっと気になるよ、どういう感じなのか気になるよっていう方はぜひサブチャンネルの動画を見ていただければと思います。今回旅に連れて行った革物、そして文房具はこちらになります。あと一応 iPad も連れて行きましたが、文房具っていう感じでもないし、iPad ケースが革物っていうぐらいなので、そちらは省略します。持ち歩き手帳のブライドルさんです。それから旅手帳仕様に仕上げたナローさんです。そしてスタンプ帳として使っているトラベラーズノートのパスポートサイズのリフィルを1冊単体で持ってきました。そしてこちらローナのスマホスタンドです。トラベラーズファクトリー京都限定のこの巾着を連れてきました。まずこちらなんですけれども、今回結構特急列車に乗る機会が多かったです。行きは成田から行ったんですけれども、京急とか成田エクスプレスみたいな、ああいう特急電車、特急で1時間とか乗ってるとか、あとは北海道に着いてからも、例えば札幌から小樽までの移動時間で快速エアポートっていう、特急じゃないんですけど、ちょっとそういうの特急みたいな感じの指定席とかがあって、机が出るやつに乗ったり、そのテーブルが出てくるタイプの電車に乗って1時間とか1時間半とか乗っていることが多かったので、これで普通にテーブルの上に置いてスマホを横にして動画を見たりとか、そういう時間にも役立ちました。そんなにかさばるものでもないし、結構揺れとかでガタガタしちゃうかなと思ったら、意外とそんなこともなくちゃんと普通に耐えてくれて快適に見ることができました。今回は一人旅じゃなかったのでそこまで出番はなかったんですけど、一人旅の時とかにこれがあるととても強い味方になってくれるなと思いました。なので一応紹介しときます。旅先でスタンプがあったら押そうと思ってスタンプ帳も連れてきました。今回手帳2冊連れて行ってるのと、前にサブチャンネルでマンハッタンポーテージの小さいサコッシュ紹介したと思うんですけど、持ち歩きは基本バッグで行ったんですね。その中にこれ全て入れてるっていう感じで、もうほぼほぼ手帳が持ち歩きバッグの中に入っているという状態でした。さすがに TNP 本体そのまま入れていくとキャパオーバーだったので、今回はこのリフィルノート単体で連れて行きました。スタンプも押してるんですけど、この辺についてはまたサブチャンネルで紹介します。薄いので連れてってよかったです。それからメインでこちらプロッター2冊連れて行きました。このブライドルさんは旅に関係なくいつも持ち歩きしているので、普通にそのまま連れてって、こっちは5行日記を旅先でも書きたいので連れて行きました。それぞれ若干旅仕様に変えています。で、どちらも連れてってよかったなと思いました。今回やっぱりメモページを増やしてよかったです。結構旅先でメモを取る機会が多くありました。たまたま行った場所で謎解きが開催されていたので、ちょっと謎解きをやったりしたんですけど、問題を回答する用紙とかそういうのがなくて、自分の手帳にメモして謎解きをしたり、今回3泊してそれぞれ違うホテルに泊まりました。でもその3泊泊まったうちメモとペンがちゃんと置いてあったのって多分1泊そのうちの1箇所だけでした。もしかしたらちょっと今のこの感染症対策とかであまり不要なものを置かないとか減らしてるのかもしれないんですけど、そういったメモとペンがない環境もあったので、メモとペンがたくさんあるっていうのには越したことないなと思いました。で、このブライドルさんには毎日の YouTube のチャンネル登録者の推移を書いたり、今回旅手帳で英語の手帳は連れていけなかったので、YouTube の手帳の代わりにチャンネル登録者数を毎日記録していました。なので後でそれを書き写したり、あとはやっぱりこの特急券なんですよね。今回特急列車に乗る機会が多くて特急券たくさん使ったんですけど、これ良かったですね。これがちょうどこのプロッターの本革カードケースに収まるんですよ。いい感じにこんな感じで。
なので、例えば前日の夜に特急券買って、次の日の朝までの保管場所とか、ホテルの部屋もこういったカードタイプになっているものが多いので、そのカードをここに入れて外出するとか、薄いお財布、小さなお財布使ってるので、こういったカード類入れるの厳しいんですけれども、なんかお財布よりも手軽に取り出せて、ちゃんと落ちない場所っていうところで、この本革カードケース、すごく良かったです。この特急券買った時に、カード払いした時とかにちょっとこれよりも細長いタイプの領収書みたいなのとか、カード明細書みたいなのが出てくるんですけど、あれはちょっと入らないんですけど、本当にこの使うチケットはここに入れられるので、めちゃくちゃ便利です。帰省期間中にここにメモしたこととか、また今度別の手帳とかに書き写さないといけないので、その辺はまたサブチャンネルの方で動画撮ろうと思うので、どんなこと書いてるのかとか、その辺紹介できればいいなと思います。とにかく旅でも旅じゃなくても持ち歩きとしてブライドルさん連れていくっていいなっていう感じです。連れて行けてよかったです。前回はまだ持ってなくてプエブロさんだったんですけど、今回は若干雨にも降られたので、ブライドルさん水弾くので、これをそのままカバンに裸で入れてても、ちょっとの濡れだったら平気だしっていう、なんかその安心感っていうのがすごくありました。プエブロさんとかだったら、この巾着の中に入れてるみたいな、そういう状態だったと思うんですけど、雨が降ってても裸でバッグに入れられたのはブライドルさんだからです。こちらナローですね。5行日記がナローサイズなので、このサイズで持っていくっていう感じで連れて行きました。3月に旅に出た時は、プエブロの M5、それからカラーチャートのバイブルで行って、カラーチャートのバイブルはこのシュリンク系のレザーだったのですごく軽くて良かったんですけど、今回はナローにしてみました。ナローにすることでやっぱスリムなんですよね。シュリンクのいいところはやっぱり軽さだったんですけど、ナローのメリットってやっぱこのスリムさなんですよね。こんな感じです。前回旅に出た時は持ち歩きは小さなバッグじゃなくて普通にリュックで行ったので、こういった感じで大きいバイブルと M5 で持ってっても全然問題なかったんですけど、今回本当に小さなバッグで行ったので、バイブルだったらちょっと入らなかったんですよね。でもナローにすることで小さくてコンパクトにまとめられたのも良かったです。私が持っているナローはプエブロじゃなくてリス仕様なので、そこまでめちゃくちゃ重いっていう感じもなくて、本当にスリムに場所を取らずに持っていけるっていうのがすごく良かったです。工業日記もやっぱり現地で書けましたし、あとここに飛行機の予約情報とかも一応印刷して持ってったんですけど、やっぱり印刷して持ってって良かったです。前に旅した時にもちょっとお話ししたと思うんですけど、私楽天回線使ってて結構圏外になるから大事な場面で見たい情報が見れないことがあるみたいな、そういうこと、それが旅先で起きたら怖いからっていう感じでアナログ分も用意するっていうお話をしたと思うんですけど、今回もやっぱりちょこちょこ圏外になりました。なのでやっぱりアナログで持っておいていい情報っていうのがありましたね。こっちもちょっとメモ多めにしたんですけど、謎解きでちょっと広いページ使いたいとか、あとは前日の何日目にどこに行くっていう行き先は決めてたんですけど、そこに行ってじゃあ何をするみたいな細かいプランは立てずに行ったんですね。なのでちょっとその場の行き当たりばったりで、ここに行ったらじゃあここ行こうみたいな感じで、前日の夜とか当日の朝にプランを組み立てるみたいな、そういうスケジューリング、そういう感じで行動したんですけど、その旅の当日のプランを決める時とかに結構このスクエアのリフィルがあったことで大きくかけてすごく良かったです。メモももちろん良かったんですけど、今回ナロー連れてって良かったって思ったのはこの封筒リフィルです。もう見てもらうとパンパンに入ってると思うんですけど、旅先でのそのお土産とか切符の領収書とかが入ってます。飛行機乗った時の搭乗券もこの中に入ってます。まだ整理してないのでこんな感じなんですけど、旅先に行くと細々とお金使いますよね。ご飯を食べる、お土産も一箇所じゃなくていろんな場所で買ったりとか、あとはいろんな特急券買ったりとか、何箇所かですごいいろんな箇所でお金を使うと思うんですけど、そういった時にその度に領収書とかもらってるとお財布の中がぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。お財布の中にレシートがいっぱいとか、ああいった状態があんまり好きじゃないので、一日の終わりにとりあえずレシートとかを
この封筒の中にポイポイ入れてました。これも後で整理する予定です。これがあったからぐちゃぐちゃにならずに綺麗に持ち帰ることができました。とても良かったです。今回一番後ろにつけちゃったんですけど、レシートとかが溜まってくると結構ポワポワしちゃうので、5行日記が書きづらかったです。これは先頭に持ってきた方が良かったなと思いました。M5 だけじゃちょっと厳しいものをナローに、でもナローじゃちょっと大きすぎるものを M5 にっていう感じでうまく役割分担して持っていくことができました。今回も自分の持っている手帳の中身をちょっと変えて旅手帳仕様に仕上げて持っていったんですけれども、さらにここから軽さを求めるのであれば、ナローはリス仕様じゃなくてシュリンクにしたらいいのかなと思います。ブライドルさんは割と軽いし、あと防水性があるのでこのままでも全然いいのかなと思います。それから基本的にこのブライドルさんはバッグにそのまま直接入れてて、ナローは基本巾着に入れてこれらと一緒に入れてました。傷はというと、ナローに関しては特に目立った傷とかは感じません。ブライドルさんもなんかそこまでなんかがっつりとどうこうっていう感じでもなさそうです。結構取ったり出したりとかしてたけど、細かい傷とかは見ればあるんですけど、全然そんなに気になる感じでもないしって言った具合です。なかなかいい感じの旅手帳の構成でした。ナローに関しては基本的にその持ち歩いている最中に使う場面っていうのは空港とかそれぐらいだったので、無理にこの持ち歩きのバッグに入れる必要はなくて、本当にその飛行機に乗るとかそういった日だけ持ち歩きの方に連れてくるとかでもよかったかもしれない。今回連れてた旅文具、旅革物の紹介、それから振り返りを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。